京都大学生存権研究所の矢野教授より発表させていただきます。タイトルは構造用セルロースナノファイバーです。よろしくお願いいたします。改めまして、皆さんこんにちは。生存権の矢野でございます。今日は少し忙しくですね、質問をした後に私の方が発表ということで、夢と現実、そしてこれから構造用のセルロースナノファイバーについての話をさせていただきます。まず夢、ポテンシャルですね。セルロースナノファイバーという材料は持続型で脱炭素で安全安心低環境負荷であると、そして高性能であるということは、皆さんもご理解いただいたところだと思うんですね。で、性能が出る理由というのはやはりセルロースが伸びきり差の状態で水素結合で結晶構造を作っている、この構造が非常に重要であって、でそのサイズが、シングルセルロースナノファイバーですと3から4ナノ、細胞壁中に存在するこういったセルロースナノファイバーの状態でいくと十数ナノという非常に均質なナノの繊維が存在しているということです。でそれの集合体として、こういうパルプというのがあるわけですね。紙を拡大して見ていきますとパルプでできてますが、このパルプを、さらに拡大してみますとこのようなセルロースのナノファイバーでできている。で昔、もうだいぶ昔です。もう30年近く前ですね。1983年、紙の研究者がこのパルプの強度を知りたいということで、長さ3ミリぐらいのパルプをつまんで引っ張ったという結果がこれです。そうしますと、ずっと強度がビューッとプチッと切れた時が大体 1.7 ギガパスカル、1700メガパスカルということで、これは驚くべき数字ですよね。パルプというのは非常に高強度の1700メガパスカルというのは鋼鉄の5倍以上の強度があるわけですが、強度を示すということはもうすでに30年以上前に明らかにされていました。でそれはこのようなセルロースナノファイバーの集合体ということですので、さらに考えますとセルロースナノファイバーがとっても強いんだと。大体パルプの構造から推測しますと3ギガぐらいはあるだろう。これはもう炭素繊維に匹敵する強度です。しかも密度は 1.5 ちょっと、鉄の5分の1の軽さで5倍強いナノの繊維であるということは、こういったことからも分かるわけです。さらに伸びきり差微結晶の構造によって熱膨張が極めて小さい、0.1ppm というのは、これも実験、パルプに関する実験データから推測ですけれども、石英ガラス並みだと、ガラスの50分の1だということですね。しかも非常に広い温度範囲で弾性率が動かない、こういったような高性能のナノの繊維が、日本は森林国ですね、国土の7割が森林に覆われてますが、そこにもう木材の半分はこのセルロースナノファイバーでできているわけですから、毎年太陽があって、水があっていけば大気中の二酸化炭素を捕まえて光合成でどんどんこれは作られているということです。で特に日本は杉やヒノキといった人工林でですね、この蓄積量が増えているんですね。家具や建築材料、あるいは紙の原料として使っていくにもかかわらず、毎年8000万立方メートルの木材が人工林で増え続けている国です。これはセルロースナノファイバーの量で言いますと1500万トン、1年間に日本が使っているプラスチックスは1000万トンですので、その 1.5 倍の量が裏山で毎年増え続けて、人工林で、それがこの日本という国になります。こういったことを踏まえまして、やはりこれからどんどん積極的にボリュームゾーンにセルロースナノファイバーを投入していきたいというモチベーションがありますね。環境に負荷の少ない高性能のナノの繊維を使ってさまざまなものを作っていきたい、ここまでがやはり夢だと思っています。じゃあ現実はどうだろうかということで、こういう伸びきり差微結晶の構造を利用したナノの構造を利用してどんなものが作られているのかということで、私どもが行ってきた研究は、高強度材料を作る、透明材料を作る、柔らかなゴムをセルロースナノファイバーで補強して性質を大きく変える、まずはこの辺についてのご紹介です。高強度材料としましては、最初にセルロースナノファイバーを作っておきますが、これはだいぶ以前の仕事ですので、まだシングルほどのきれいなナノファイバーにはなっていない状態ですが、大量の水の中にそれを分散させてシート化して乾かします。
乾いたところにフェノール樹脂を染み込ませて、そしてそれを乾燥後に十数枚重ねて型の中でぐいっとこう温度をかけてプレス硬化させるという、そんな作り方、いわゆるシートモールディングという作り方ですね。それで作った材料の曲げ強度特性がだいたい400メガパスカル。これは自動車に使われる鋼板、配点とほぼ変わらない強度だよ。こういったものが、5分の1の密度、鉄の植物からできるんだということは一つ現実です。それからもう一つ、野木先生の方から話がありましたが、可視光の波長に対して十分小さいコンポーネント、10ナノ、50ナノ、そういったようなものは光の散乱を生じないので、透明の繊維強化材料を作ることができる。あるいは 100% セルロースナノファイバーでしても、こんなフレキシブルな折りたためるような透明フィルムができる。で、この材料は鋼鉄のように強くてガラスのように熱膨張が小さくて、プラスチックスのようにフレキシブルな透明材料である。これも、事実ですね。例えばバクテリアセルロースを使って作った材料と比べてでそのガラスと比べた場合ですが、線熱膨張はほぼガラス並み、引っ張りの強度はポリカーボネートよりもずっと大きい。曲げの強度に関しては460メガ。もう配点で車に使われるこういった材料よりも高強度の材料が透明な材料として作ることができると。しかも密度は 1.4 ぐらい、鉄の5分の1ですよっていうことですね。これも実験事実です。で、私たちはそこからバクテリアセルロースから始まりまして、木材由来のセルロースナノファイバーをグラインダーで作って透明できました。で、乃木さんが 100% のセルロースナノファイバーでこんな折りたためるセルロースナノファイバー透明シートを作りました。で、それはすべて、有機 EL のサブストレートとして、使って、発酵素子を作ることまで成功しております。さらにその後作ったのがカニですね。カニというのは、私のこの話の次に鳥取大学の伊福先生が話をされますが、セルロースナノファイバーと非常に構造のよく似たキチンという物質のナノファイバーで甲羅ができているんですが、カニが直接透明になりますよ。カニができたら次は紙だっていうことで、紙の透明なものができてます。透明なカニができてます。紙ですね、すみません。で、さらに進んで、これは布です。コットンでできて、綿布ですね。綿布も作り方によってはこのような透明な複合材料。だから紙と違って面白いのは、多分これはかなり伸び縮みもしながら熱膨張もそれなりに小さいという、ちょっとユニークな材料になるのではないかなと思っております。それからゴムはですね、やっぱり柔らかいものを高弾性のナノの繊維で補強するっていうのは非常に面白くてですね、セルロースナノファイバー、表面収縮したものを 3% 入れるだけで、この立ち上がりの弾性率は一気に8倍。だから伸び縮みがしにくくなって、そのしにくさっていうのが8倍まで上がる。で、さらに 5% ぐらいのセルロースナノファイバーを入れますと、ゴムというのはものすごく熱による伸び縮みの大きな材料ですが、それが一気に鋼鉄並み、ガラスの倍ぐらいまでの線熱膨張係数まで下がるというようなことも明らかになる。これも実験事実です。さらにボリュームゾーンということでは、一番関心がマーケットで持たれているのは熱可塑性樹脂の補強になります。実際自動車を一つ見てみただけで、いろいろなところに樹脂部材が使われています。これは軽量化が目的になるわけですね。日本では年間70万トンのポリプロピレンが自動車用として、いろいろな形を変え、ガラス繊維で補強されたり、タルクで補強されたりして、使われているわけですけど、そういったものをセルロースナノファイバーで補強して、より高弾性、低線熱膨張の材料に変えていきたいという、そういうモチベーション、ニーズは非常に高いものがあります。そこで私たちもいろいろな技術開発を進めてきた中で、一つ今日ご紹介するその製造プロセスですね。実はパルプというのは、キロあたり60円から80円でも作られてるんですね。
高弾性、高強度、低鮮熱膨張のナノ繊維の集合体、パルプ。これがもうすでにマーケットに60円であるというのはすごいことです。ただこれをほぐしてナノ化しようとしていくと、その、手間でお金が、コストがかかってしまう。ということで、まず最初にこのパルプの状態で、それを構成している数百万本のセルロースナノファイバーの表面を、複合化しようとする樹脂と仲のいいような構造に表面を解出しておきます。そのパルプの表面ではなくて、それを構成しているナノファイバーの表面すべてが樹脂と仲のいい構造に変わったと。そういった化学修飾、疎水化塩性パルプですね、アセチル化処理だったり ASA 処理だったりするんですが、そういったものを二軸押し出し機の中で溶けた樹脂と一緒に練っていくと、練っていく間にパルプはほぐれてナノファイバーになり、樹脂の中に分散しますよという技術を開発いたしました。京都市産業技術研究所と一緒に開発したので、京都プロセスという呼び方をしています。さて、この材料の実力ですが、ナイロン6ですね、225度に融点があります。処理をしていないセルロースナノファイバーにとっては少し厳しい、温度になるわけですが、アセチル化処理をしますと、分解が始まる、変性が始まる温度というのが20度ぐらい高温側に移ります。そうすることによって225度のナイロン6であっても京都プロセスで補強できるということで、弾性率がもともと 2.2 ぐらいのものが 10% のアセチル化処理 CNF をこれですね、添加しますと大体 5.3 ギガ、2.5 倍ぐらい弾性率が上がります。樹脂の強度としても90から160ということで、斉藤先生が話をされたシングルセルロースナノファイバーでの補強性、理想とする数字から比べるとまだまだ十分ではありませんが、それでも2.5 倍ぐらいはナイロンなら上がるんですね。で、他にポムだとか、ポリアセタールですね、ポリ乳酸、ABS、いろいろ上がるんですが、先ほども申し上げましたが、一番マーケットが自動車関係もあって期待しているのはポリプロピレンなんです。これがもう残念なことに、アセチルが処理したその変性パルプとポリプロピレンを練ったところで、弾性率って2ギガぐらいのものが 2.8 ギガぐらい、1.4 倍、4割ぐらいしか上がらない。やっぱりポリプロピレンっていうのはもう全く極性のない、もう自分が勝手に結晶化してしまう、人を押しのけるようなポリマーなんです。その中に異物としてのセルロースナノファイバーが入った感じで、全然補強性が上がらない。ということで、いろいろな組成検討をしていきます。で、これはずっと SS 極性がありますが、何やってるかと言いますと、変性パルプが押し出し機の中でほぐれやすくなるように、いろいろ工夫をしていったということで、まずはパルプ自体が溶媒によって防潤して先端、樹脂を介して受ける先端の力が加わったときにほぐれやすくするよとかですね、あるいはタルクを少し入れてやって、そのタルクが押し出し機の中で回線のメディアとして働く、その有機無機のフィラーが入って、それがパルプの回線を促進してくれる。さらにはマスターバッチという方法で、一度高濃度でパルプと、マレンサ変性、PP のようなある程度素養性を持った樹脂と練ってパルプをほぐして、それを改めて PP で希釈するというような方法ですね。そういったことをどんどんしていきますと、弾性率に関しては、4.7 ギガぐらいまで。これは回線用の樹脂というものも使って、パルプをほぐしていってますので、この中に含まれるポリプロピレンの量というのは多分最終的には、50% とか 60% ぐらいだったような気がします。マレンサ変性の PP とか回線用の樹脂なんかが入っているものですから、それでも2.8 が 4.7、強度も70ぐらいのものが95メガぐらいまではいけるようになっている。大事なことはいろいろなその合わせ技をして、なじまないポリプロピレンとセルロースの間をいかにつないでいくか。で、パルプ自体も自らがほぐれやすいと思ってくれるような構造をどうやって作り出していくかということが大事ですが、そういうことをしていきますと、こういった高い補強性
ポリプロピレンであっても作ることができるということです。で、実際に ASA 編成については、セイコー PMC がテストプラントを作り、それをさらに商用プラントへと展開をしております。アセチル化処理に関しましては、日本製紙が、今、年間50トンのセルロースナノファイバー強化樹脂を作るプラントを持っております。で、セイコー PMC の商用プラントは、初めてそれが疎水化変性セルロースナノファイバーとして実用化された例なんですけれども、アシックスのこのランニングシューズのミッドソールですね、ここに使われました。やっぱり嬉しさは軽量化です。この部分に少しセルロースナノファイバーが入って発泡した材料が、シューズとして少し軽くなる。軽くなれば、長距離走ったときにちょっとでも疲れにくくなれば記録が伸びるということで、年間200万足売り上げました。で、その後アシックスの別のラインナップに使われていって、これについては800万足。東京オリンピックのボランティアの方々の足にですね、このセルロースナノファイバーも使われたということで、どんどん、シューズにおいての展開というのは進んでいます。はい。今ご覧いただいた NCV、どういうセルロースナノファイバーの部材を使って、どんなところに入っているのかっていうのはこちらで示してますが、詳しい話はちょっと時間がありませんので、用紙の方で確認していただければと思ってます。従来の車に比べて 16% の軽量化、それによって燃費が 11% 向上する。つまり使っている間でも CO2 を出さない材料になっているということです。さて、これまでが現実ということで、実際どんなことが起こっているかという話をしましたが、ここからはその中でも厳しい現実についてお話をしたいと思います。まずはセルロースナノファイバーとポリプロピレンの複合化技術で、ずっとセルロースナノファイバーの量を増やしていきますと、20% ぐらい入れますとね、5.35 ギガですから、これはガラス繊維を20% ぐらい入れたポリプロピレンに入れた性能のものにはなってるんですが、ご覧いただきますように、どんどん破断歪みが小さくなってきますよね。で、もともとナノの繊維のネットワークが入ると対衝撃は上がるんじゃないかって、考えられてるわけですが、実際はこの 2.2 キロジュールぐらいのものが 2.9 キロジュールということで、大して上がらない。上がらないどころか、逆にこの自動車に使われる高対衝撃ポリプロピレンというものがありますが、ブロック PP をベースに作りますけれども、そこにセルロースナノファイバー 3% 入れるだけでですね、40何キロジュールあるシャルピーが一気に5キロジュールまで下がっちゃうんですね。これはちょっとがっかりだっていうところで、ただ嬉しさは、ただ 10% ぐらい入れますと1000熱膨張 15ppa ですから、鋼鉄並み、鋼鉄と変わらない1000熱膨張の材料にはすることはできるんですが、対衝撃っていうのは非常に大きな課題です。で、ヒートディストーションテンパレチャーについても HDT はですね、セルロースナノファイバーのネットワークができますんで、どんどん熱変形温度は高温側に動いてきます。ホモの PP に関して 0.45 メガパスカルの荷重を加えた場合には、30度以上、40度近く耐熱性が上がるというの図なんですね。で、僕これ注意したいのは、これネットワークが形成されるからで、今、マーケットにはいろいろなセルロースナノファイバー材料、樹脂複合体がありますが、そういったものを一つのベンチマークとして、京都プロセスと同じ作り方で作ってみたんですけれども、だいぶ違いますよね。つまり、セルロースナノファイバーが入ったからといって、それはセルロースナノファイバー強化材料ではなくて、ちゃんと中でネットワークを作れるようにセルロースナノファイバーが均一に分散してくれないことには、その効果は現れないから注意が必要ですよということをここでは示しています。で、こういったことを踏まえて、これまでの現実を踏まえてですね、少し整理をしておきたいのがこちらのアンケートです。昨年の10月にシンポジウムを開いた際に行ったアンケートの結果なんですけど、なぜ、どういうことにセルロースナノファイバー、関心を持って取り組まれますかっていうと、300名ぐらいからの回答で多かったのがやっぱり低炭素、脱炭素材料としての関心があると。でも課題は何ですかっていうと、はっきりコスト、パフォーマンス、これがまだ解決されてないから、まだまだ本格的に使いたいとは思わないっていう話になります。そこでやはりここがうまく解決されていかないと、この材料はボリュームゾーンに入っていかないということは強く思うわけですね。いかにエンドユーザーの背中を押してやることができるか。
作った側がいい材料ができたからさあ使えって言っても、パフォーマンスは納得してもこのコストじゃねえとか、いくら納得するコストで提案されてもこのパフォーマンスじゃそんなに嬉しくないなっていう話があるわけですね。だからこれから大事なことは、いかにエンドユーザーの背中を押してやるか、それはコストパフォーマンスで納得してもらえるようなものにしていく必要があるということです。そこで私たちは今3つの点について、特にカーボンニュートラルの素材としてのモチベーション、セルロースナノファイバーの嬉しさをユーザーに感じてほしいということで、製造プロセスのさらなる開発、それから課題である耐衝撃のどう解決するかという技術で、最後には LCA 的な評価を行った結果、使えば使うほど CO2 が減る夢のような材料になるのではないかというこの話になります。まず最初は新しい製造プロセスの開発をさらに続けております。その特徴というのはですね、リアクティブプロセスといいまして、ちょっとある程度、パルプをほぐしておく。ほぐしておいたものと添加剤 A、添加剤 B、これはセルロースと仲のいい添加剤、樹脂と仲のいい添加剤、そういったものを一つの、ポットの中に入れて溶媒とともに混ぜておくわけですね。で、リアクティブプロセスとワンショットで押し出し器の中で A と B を反応させて、それがセルロースの表面にくっつきつつ、もう片方はポリプロピレン、あるいはナイロン、そういったものとインタラクトしてくれるという、そういう技術です。で、実際に京都プロセスの第3世代で作ったアセチル化変性の、結果と比べましてもですね、この第4世代というのは弾性率も、さらに向上している、ということで、少し、ブリトルにはなりつつありますが、そこは改善の余地があるだろうと思ってますけども、こういったようなものづくりで、従来のプロセスに比べまして、だいぶここが簡略化できるということですね。だから低コスト、ハイパフォーマンスの材料はですね、まずは樹脂組成だけじゃなくて化学変成も自由にカスタマイズできる。薬剤、A に何を選ぶかということですかね。それからそれまで4つのステップで作ってたのが2つのステップになりますよと。それと、スケールアップが最後ここで混ぜておいて、最後ここで乾かすだけですから、非常に容易であるということになります。コスト試算、なかなかこれはデリケートなところで、会社の方は絶対こんな数字は出しません。だから大学の人間で矢野が、自分で鉛筆舐めながら出した数字だっていうところで、お許しいただきたいんですが、タルク 20%PP 品の置き換え、こんな感じですね。それからガラス繊維 20%PP 品の置き換え、こんな感じですね。そういうところでここまで安くなってくれば、なんとか使ってくれるんじゃないかっていう思いがあります。で、特にリサイクル PP というのは非常に面白い材料で、リサイクル過程で少し酸化してるんじゃないかと思うんですが、化学変成したセルロースナノファイバーとの中がバージンの PP よりもいい感じですね。2% の CNF を添加で弾性率は 1.4 倍、強度も 1.3 倍になります。ということで、もうちょっと安価なリサイクル PP を積極的に使っていっていいんじゃないかということになります。それからもう一つが高耐衝撃ということで、私たちはいろいろな官能器をセルロースナノファイバーの表面に入れて、ポリプロピレンとの複合化ということをやってきました。で、どんな構造を持っていれば高い補強性が得られるかっていうのを見てきたんですけれども、ご覧いただけますように、セルロースナノファイバーが入りますと、破断歪みというのはもう一気に低下してしまう。つまり材料は弾性率は上がるけど脆くなっちゃうわけです。そこで、こういったそのブロック PP というような柔らかめのエラストマーが入ったような材料にセルロースナノファイバーを入れて耐衝撃を上げる検討というのを行ったわけですが、弾性率は例えば1ギガぐらいのものが 2.3 ギガ、2.4 ギガ、10% 入れるだけで 2.5 倍まで上がる。これは嬉しい。ところがですね、耐衝撃がですね、もともと40キロジュールぐらいあるものが一気に4キロジュールまで下がっちゃうんですね。エラストマーもいろいろ入れてみたり、
あるいは原料に使うそのポリマーを対衝撃、高対衝撃のブロックポリマーに変えてみたりしても、対衝撃というのはなかなか上がらない。これはやっぱりセルロースナノファイバーのネットワークが中でしっかり形成されてしまうと、どうしてもブリトルになってしまうんだなということで、少し諦めかけてました。でエラストマーをたくさん入れて、こんなような、材料を作ったりというようなことをしていたんですが、ある時ですね、山形大学の方で私たちが提供した材料を使っていろいろ加工評価をしてた中で、圧延加工というものをトライをされました。山形大学のグループがですね。それはです、例えばホットプレスの間にセルロースナノファイバーで補強したポリプロピレンの射出成形品を120度ぐらいで挟んでぐっとこう潰すわけです。それによってニュッてこうシートは伸びます。こういうことをしますとね、もともとはこんな SS 曲線を示したものがここまでぐーっとこう伸びるようになるんですね。でいろいろ工夫したこのエラストマー添加でやった材料というのも比べますと、この辺ですから、こういったものと比べても圧倒的に破断歪みが伸び、結果として強度も上がるという、そういうことが見えてきました。で何が起こっているんだろうかというのは、正直まだはっきりは分かってないところではあるんですが、これは圧延処理した材料を横方向から眺めています。ですから面内でセルロースナノファイバーというのは並んで、ペタッといって、これが厚さ方向、こんな感じですね。これも厚さ方向、こういう感じです。だからこの方向に向かって圧延をかけたわけです。そうするとパッと見、処理と未処理どこが違うかって言ったら、こっちの方がずっとシャープですね。セルロースナノファイバーがシャープに見えます。でこれは染色用の染料が周辺に入ってぼやけてきたか、入らない状況がセルロースナノファイバーの表面に出来上がっているかということで、繊維の密着性が圧延によってどうも密着しているんじゃないかな。そうすることが起こると、セルロースナノファイバーの対衝撃、材料の対衝撃性が上がるという方向性が少し見えてきました。だから今後はこういう圧延加工というのも非常に重要じゃないかなと思ってますし、理屈から考えると、いかに繊維と樹脂の間の界面をしっかりとくっついたものにしてやるかっていうのも大事じゃないのかなと思ってます。で3つ目はちょっと時間があまりありませんので、少し、簡単に話しますが、使えば使うほど CO2 が減る材料ということで、ゼロエミッションマテリアルの挑戦です。まずはバイオというコンセプトです。バイオポリエチレンというポリマーがあります。今ブラジルで年間20万トンほどの規模で作られているものですが、サトウキビ絞った後の搾りかすから出る糖蜜から出発して、でそれをエタノールに、発酵してエタノールにして、でエチレンにして、エチレンガスでポリエチレンにしていくという作り方で、特徴はここですね。原料の段階で糖蜜というのは大気中の二酸化炭素を吸収して作られているわけですね。木材も同じですが、糖蜜も同じです。原料は大気中の二酸化炭素です。それでいきますので、1キロのポリエチレンを作ろうとしますと、最初から3キロぐらい CO2 を吸収した状態からスタートします。でここにセルロース、これが石油由来、これがバイオポリエチレンですが、排出されるグリーンハウスガスはだいぶ違うというのが分かりますが、ただポリエチレンというのは皆さんもご存じのようにビニール袋のようなものですから、耐熱性がない、柔らかい。でそこでセルロースナノファイバーを入れて補強するわけです。そうしますと弾性率はタルクポリプロピレン並みに上がる。耐熱性はタルクポリプロピレンをさらに超えて100度も HDT までいくということで、ネットワークがちゃんと作られますと、バイオのポリエチレンでも今自動車に使われるタルク PP 品に匹敵する、あるいはそれ以上のものに変わるということです。で実際にデンソーさんと一緒になってエアコンのケースを作って、その性能評価までちゃんと作れるかということと、耐久性は大丈夫かという評価、大きな問題は出てきていません。でそれを考えますと、 GHG グリーンハウスガスということで考えますと、バイオポリエチレンをベースにして、でそこにセルロースナノファイバーを入れて
作った材料というのは、性能的には従来の石油由来の PP にタルク入れたものと変わりませんが、二酸化炭素の排出量はここまで 1kg あたり減るわけです。で、さらに大事なのはこの部分ですね。燃やさない。燃やしてこれだけの部分が出てくるので、これとここを足して引いてこの量になるわけですが、燃やさないとなったら、こちらの最初の吸収の部分が引っ張ってくれますから、この材料というのは CO2 排出が実はネガティブだということです。原料の糖蜜木材から考えると。じゃあ燃やさないってどういうことっていうと、マテリアルリサイクルなんですね。リサイクルをしていけば燃やさない。で、セルロースナノファイバーの嬉しさというのは、マテリアルリサイクルが非常にしやすい、性能に優れた材料です。一度成型品を作って砕いて射出成型をしたと。2つ比べてみてもほとんど SS 曲線も動的年断性も変わりません。マテリアルリサイクルができる。これ2つ目です。3つ目、先ほどもご紹介しましたが、リサイクル樹脂を積極的に使いましょう。だからリサイクル樹脂も燃やしてしまえばそれだけ CO2 になって大気に出ていくわけですから、マテリアルリサイクルをする。サーマルリサイクルではない。ケミカルリサイクルよりもよりエネルギーの少ない、長期エネルギーの少ないマテリアルリサイクルを、リサイクルプランについてもやっていく。それが先ほどのデータで、こういった性能もある。ですので、バイオ、それからマテリアルリサイクル、さらにはリサイクルプラの補強、アップグレードということを繰り返していきますと、この部分の製造時に出てくる二酸化炭素をいかに減らすかという工夫をしていけば、リサイクルをした際に、10年でリサイクル、もう一度10年使うということを考えたときにですね、ライフサイクルの中でトータルに CO2 の排出量を減らすことができるという、非常に未来志向の材料になるんだろうと思っています。で、そこに自動車でおける軽量化とか、斉藤先生が話をされた断熱化の話とか、そういう使用時の CO2 排出を減らす工夫をしていけますと、夢のような材料ですが、使えば使うほど大気中の二酸化炭素が減る材料になっていくのではないかなと思うわけです。で、こういったことを考えていくということで、最後、まとめになりますが、今日、話を、させていただいている、斉藤先生から始まり、野木先生、みんな、セルロースナノファイバーですが、あれはバイオ材料なんですけれども、それは生き物が作ってるわけですから、僕らセルロースナノファイバーをどう使うかの工夫をするっていうのは、実は生き物の力をどうお借りするかという研究をやっているということになります。で、それを踏まえた上で、まとめとして、ここに示してますが、改めてリマインドしてみたいなと思うのは、セルロースは空気中の二酸化炭素を削減する材料である。光合成ですね。で、セルロース自体は鋼鉄より強度が5倍強い。伸び切り砂結晶に依存している。セルロースとバイオプラスチックと組み合わせて燃やさない工夫をしていくと、ネガティブエミッションになるかもしれない。日本はセルロースの元である森林資源を豊富に有している。毎年人工林で1500万トンのセルロースナノファイバーが蓄積している国なんですね。で、セルロースのほぐし方、すみません。で、だからこそこういう将来は、日本の森林から新しい産業を作りたいと思っているわけですが、セルロースのほぐし方というのも、実はこれから考えていかなければいけないところで、これはパルプです。30ミクロンの径、髪の毛の半分ぐらいの太さだと思ってください。で、これはセルロースナノファイバーでだいたい10ナノ。ということは、ここからここまでの間というのはですね、3000倍大きさが変わるんです。で、パルプから、木材を使うというこのサイズのところでも、だいたい、丸太が直径30センチぐらいだとすると、このあたり1万倍ぐらい変わって、僕らいろいろな材料を使ってるんですが、実はまだまだこの間には、いろいろなセルロースナノファイバーでできた形態が存在していて、それはコストとパフォーマンスとのバランスの中で、さらに最適なその状況というのは出てくるだろうと思っています。
これからはそこをやっぱりどんどん考えていかなきゃいけないのが、社会実装するための問題ですね。研究としては、まずはシングルのセルロースナノファイバーでどんなパフォーマンスが得られるかを明らかにする、あるいは透明の材料でどんな面白いものづくりができるかということもすごく大事だと思ってますが、並行してやはり社会実装をしていくということを考えたときには、どうもこういう間にですね、コストパフォーマンスを考えたときにどんなものが、どんな材料が出てくるのかということを考えていく必要もあると思っています。今世界で使われている繊維強化材料のマーケットのサイズ、2016年ですが、今もあまり変わらないと思いますが、それを示しています。で、ガラス繊維が大体1000万トン、8兆円のマーケットです、グローバルに。それに対して植物繊維で補強した材料というのはまだ50万トン、マーケットのサイズからいうと4000億円弱ですね。でも時代はカーボンニュートラルな材料、持続型の資源、マテリアルリサイクルができる、そういう方向にどんどん、バイオエコノミーであるとか、バイオサーキュレーションだとか、社会は動いてきています。そうなりますと、将来は僕はそのセルロースナノファイバーから、パルプ、この間のビジネス、それは8兆円、1000万トンぐらいのマーケットにグローバルになってもおかしくないと思いますね。でそのために今つくづく感じているのは、やっぱりみんなで一緒になってやらなきゃいけない、仲間を作らなきゃいけないなって。これまではどうしてもプロジェクトをやりますと、プロジェクトのメンバーの中だけでなんかこうものをやってきて、ちょっと他から入ってくる人たちを押し出すみたいな雰囲気があったんですが、でも違う、やっぱりこれだけの世の中の動きの中で大きなマーケットをやっていこうとしたら、もうとにかく仲間がいる、ということで、ぜひ一緒になって、やっていける方が、おられればですね、声をかけていただければと思っております。植物を未来の資源に変えるということで、これまではこういった国の支援をいただいて、ずっと切れ目なく材料開発を進めることができました。改めてこの場を借りて御礼を申し上げたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。